3時頃から雨の見込みってウェザーニュースが流れてきて、マジか。今日もピンポンママに乾杯だ。ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかB の時しかね来れないから、なんだろう、街は違えど、ああこういうとこもあるんだっていう勉強にもなったし、乗り込まれた私だけじゃなくて若い子連れてきたいのよ、うちの若い子たちを。私たちはもう分かってるじゃん、分かってて他の街と比較してるけど、そうじゃなくてうちのヘルプの子たちを連れてきてあげて、あこういうとこ直さなきゃいけないなって自分たちもって思ったりとか、そういう気づきを得る旅にしたいなと思って。昨日一日密着して田村さんってなんかっこいい人でしたね。でしょ？いやさ、やっぱさ、上に行く人って余裕があるんじゃない。だから冗談もいっぱいね、ユーモアあるし、優しいしね。でもどうしてあそこまでみんなもてなすんですかね。単純にそういう場が好きっていうのもあるとは思うけどね。スーツとかジャケット着てこなかった。客のなんかそういうのもあるんですか。昔はそう、昔ながらはスーツかジャケットだって。もう今お家に帰ってね、お風呂入ってスーツに着替えてまた来てください。銀座じゃなくなっちゃうよ。銀座の風がだんだんなくなってきました。アスパラっていつからいいのか知ってる？アスパラ。アスパラの旬ですか。旬。知らないの？アスカラ。最低限のだからそのあれは守ろうって言って、うちはだから短パンダメだったりとかサンダルダメとかはあるけど、あと帽子がダメとかね、帽子頭毛かされちゃっててとかいうのは別なんだけど、やっぱ帽子もダメ。それはもう入り口で言うんですか。前はねちょっとスタッフは言えなくったりしたりしたんだけど、今はもうちゃんとしていきましょうって。ただでさえうちはキャバクラっぽいって言われてしまうから、今はちゃんとしよう。温故知新って言葉があるじゃない。だから古いものも全部守っていかなきゃいけないものもあるけども、やっぱ新しいものを取り入れつつやっていかなきゃいけないじゃん。そこが加減が難しいですよ。時代に合わせて変えていかなきゃいけないとこもあるしね。だけど変えちゃったらキャバクラになっちゃうしね。だから銀座とか、クラブとか、スナックとかもまたあれだろうけど、その長くやっていけるとかさ、年いってもやっていけるって色恋だけじゃないから。キャバ嬢の時は売れてたんですか。失礼に17番で売ったとは何番だったんですか。取ったわよ。すごい。いくらぐらい稼いでたんですか。でも今のキャバクラとかとさ違うからさ、今ってもだからそのスター化してるじゃない。何億とかで。そこまでのあれはない。あとちっちゃいキャバクラだったし。1000万とか。金額言わないけど。でもお店全部自分のお客さんとかいうのがあったよ。すっげえ。ホストもお客さんとかいっぱいいたし。そもそもなんで銀座に行ったんでしたっけ。銀座で飲んでるお客様が自分のお客様になったの。でその時口説かれるの嫌で、当時26って嘘ついてたのね。だいぶ。さあ19じゃね、そう嘘ついてて、でもう年も年だし銀座行けばみたいな感じで、お客さんに乗って。そうお姉さんと連れてきてくださって、でわっと思って、長いお付きになるじゃん銀座とかだと。だから嘘つけないと思って、すいません自分まだ20歳なんですけどいいですかみたいな言ったら逆にウェルカムだよみたいな。で
それと同じって感じ。どうせ水商売やるなら最高峰行ってみたいけど、どうやって行っていいかも分かんないみたいなさ。今はなんか結構ほら募集してたりとか、うちの店とかもほらね YouTube で何で応募してるからあれだけど、昔の銀座って紹介でしか入れなかったというか、スカウトされるか、そう一つでか。だったから行きたくても知らないじゃん。なんかちょうどよかった。まあでもここまで長く水商売やってるとは思ってなかったけどね、自分も。もともと銀座行きたい気持ちがあったんですね。いや、行きたいけど興味はあったけど、やっぱただのキャバ嬢だったらそこまではない。でもどうせ水商売をこのままずっと続けていくなら、やっぱ最高峰ってやれる銀座行ってみたいなって気持ちはあったけど、でも若かったから多分切り替えもすんなりいったのかも。やっぱずっとほらキャバクラでさ10年とかやってからだったのがやっぱすごく戸惑ったと思うんだけど、若いから素直にさ吸収できるじゃん。違うって言われてはいみたいなそうそう。みんなによってってなんでそんなに頑張れたんですか？子供いたから21年いるんだけど、絶対1年後には子供がいちゃったんですか？でその時も病気でなんか卵巣の病気になっちゃって、もう今回を諦めたら飲めないって言われて、卵巣取らなきゃいけないって言われて、それだったら取りますみたいな。そうしたそうでもう親もそんな理由だからダメとか言えないじゃん。だからお母さんに失うので仕事辞めてくださいって言って、田舎から出てきた新潟から出てきたでだから男子は預けて、お母さんが悪い時とかは預けたりしたけど、それで育ててきた。でも毎日しない子供育てると親の仕事辞めさせて親ちゃったじゃん。その責任感だけで働いてる。なんかやっぱ若くやってるから若い親だからとか水商売やってるからって思われたくなくて結構厳しく来たりしてた時は、そうするとやっぱ反発ばっかだったりとかさ、おこぼも水商売やっぱ出るねししてたし、今はめっちゃ仲良しだ。たまに元気するぐらい。ほぼないんじゃないかな。